こんにちは。お元気ですか？今日は7月2日の水曜日ですね。もう7月ということで2025年がもう半分終わって後半戦に入りましたね。いやもう早くってなんか気がついたら冬になってそうだなとか今日想像とかしてました。あー寒そうとか思いながら、これから一番夏の暑い時期なんですけどね。なんかねもうほんと早いっすよね。さて最近はですね、ちょっと風邪をひきかけたけれども、ちゃんと水際対策でどうにかして風邪菌をしっかり体の中に入れずにどうにか乗り切ったって感じです。ちょっと喉がねイガイガしてたりとか、ちょっと喉がおかしいなっていうのがあったので、やばと思って、風邪の菌が入りかけてると思って、あのこれ以上体に入れないようにってことでめっちゃうがい薬でうがいしたりとか、ちょっと生姜食べたりとか、生姜とかそういう刺激のあるものとか、多分殺菌作用もあるだろうし、体の体温を上げるものですね。やっぱ免疫上がると思うんで、体の体温上がると。なので風邪やばそうって時には生姜食べたりとか、あとはカプサイシン系というかちょっと辛いもの系、ちょっと胃腸が弱い人とかは逆に良くないとは思うんですけども、そんな感じで風邪を防ぐようにしてます。でなんか私全然外とか出かけてなくて引きこもってんのに、どこで風邪の菌もらってきたんだろうみたいな。家に一人でいるだけで風邪の菌ね、風邪になるのかななんて思ったりとかしてたんですけど、でよく考えたら違うわと思って、久々にこの前外出したじゃんと思って、前回の動画で言ったようにカフェに行ったんですよね。カフェに行ってコーヒーとかコーヒーゼリーとか頼んで、ひとときちょっとねカフェタイムを楽しんで帰ってきたんですけども、でそういえばそのカフェにいた時の店員さんがめっちゃくちゃ咳してたんですよ。ちょっとあの人めっちゃ風邪ひいてるじゃんって思って、もちろんマスクとかしてくれてるしっていうのはあったんですけれども、自分のとこに持ってきてくれて引っ込んだ後とかもちょっとすごい咳してる音が聞こえたりとかして、だから多分あそこの店員さんから風邪をもらってしまったんだろうなと思って。ね、すごい小さいカフェとかだったんでね、多分ちょっと風邪ひいても代わりになる人とかいないと思うんで、きっとしょうがなく、休むに休めないっていうのもあるんだろうなと思いつつ、もし可能であればやっぱり風邪をひいてる時とかは頑張らずに休んでほしいなと、代わりの人がいた場合ですね。あちらにもいろいろ事情があると思うんで休んでくれるとありがたいなって思ったりしたっていうことでございました。でね、それくらいでも体が元気な時はね、風邪の菌ちょっともらっても全然すぐ自分の体の免疫でどうにかしちゃって、全然風邪をもらったことすら気づかないっていうのはあると思うんですけども、ちょっと疲れが溜まってたりとか、ちょっと免疫力が弱い方とかね、何か持病を持ってたりとか、あとは単純にご高齢で免疫がもうそんなに高くない方とかね、そういうのは結構風邪もらっちゃったりとかするとね、面倒なんだろうなっていうふうに思いました。私もね家にずっといるだけなので、そんなに体をね酷使してるわけではないんですけれども、ただねじっとしてパソコンばっかいじり倒してるなりに、それはそれで結構体に負担あるなっていうふうに最近思ったりとかしたんで、それでそういう疲労もあるから、家にずっといて体自体はそんなに動かしてないけど疲れてはいるっていうのはあるから、私も気をつけなきゃななんて思ったりとかしました。でね、2日くらい喉が痛いのが終わった後に、多分今はもう大丈夫だと思います。でもちょこっとだけまだ喉のイガイガが残ってるから、ちょっと気をつけなきゃなって思ったりしましたね。で実際その喉がちょっとあれだなって思った日は、ちょっと体も少しだるくて、
体調悪いっていうほどじゃなかったんですけども、いろいろ家でねこのパソコンで仕事をしてる中でも頑張れないっていうか、ちょっとね頑張れなくはなかったんですけど、同じことをやるのにいつもよりちょっと頑張りが必要だったっていうのはありますちょっと鞭打って頑張ったっていう感じはありますね。同じことをやるのにもね。まあそんな感じで、今夏風邪って流行ってんですかね。あんま聞かないですけど、まあ一年中何かしらね風邪っていうのはあると思うんで、特に急に暑くなったりとかすると体がねちょっと免疫的にも弱ってるっていうのを全体的に誰でもあると思うんで、まあみんな結構気をつけなきゃいけないっていうのはあるだろうなって思いました。まあ、急に暑くなったからね、急にちょっと食欲が落ちて栄養自体がちょっとあんま取れてなかったりとか、あと急に暑くなったからちょっと薄着になったり、毛布を布団をちゃんとかけずにお腹冷やしちゃったとか、そういうのもあると思うんでね、意外と今気をつけるタイミングかもななんて思ったりとかしましたね。にしても毎日最近は暑いので、なんか梅雨とかも終わっちゃったっぽいですね。私なんかこれからちゃんと梅雨が来るんだと思ってて、布団をしまわずにねまだ家のベッドの後ろの方に適当に積み上げてるんですけども、また寒くなった時すぐかぶろうと思って、でももしかしたらもうこの布団しまってもいいのかなって最近思ってますね。もう夜寝る時もいつもタオルケットなんで全然布団とかいらないね。梅雨とかになったらね一回寒さとかが梅雨寒とか言って寒さが戻ってきたりするじゃないですか。なんかそういうのもなんかなく夏になっちゃうのかと思ってね。ほんと今年の夏はどうなんですかね。暑いんですかね。で夏になるとね、私本当に料理する回数が減るっていうか、ガス使いたくないんですよね。暑いじゃないですか。暑いしかったるいし、なんか料理自体もそんな楽しくないし、なんかだからねあんまこう料理したくないなと思って、昨日と一昨日ねちょっと電子レンジでカレー作ってみたんですよなんかもしそれで簡単にカレーできたらいいなと思って、私そんなにカレーってちょくちょく食べないんですけど、たまに食べたくなるんですよね。それでなんかふとお肉とかをねひき肉にしちゃえば別に電子レンジでよくねと思ってそれで鶏胸肉のひき肉を買ってきて、で私フライパンとかで野菜とか肉とか炒めるとそれで油使うじゃないですか。で私カレーのがちょっと必要以上に脂っこいカレーもちょっとあんま好きじゃないんですよ。もうちょっとこうあっさりしたカレーが食べたいなというか、野菜とかが煮崩れてとろりとしたやつはいいんですけど、なんか油が多いカレーはちょっとくどくてなんかだからできるだけあまり炒め油を使わずに、だってカレールーだけで結構そもそも油入ってるから、それに油足したらちょっと油多すぎて味的にちょっとなっていうのがあったので、ちょっとねレンジでカレー作ってみました。いつもねお野菜とかを茹でるのがめんどくさいから、野菜茹で用のなんかこうプラスチックのタッパーっていうのかな、野菜茹で用のなんかそういうやつがあるんですよ。レンジでチンするためのなんか二重構造になってて、その水が下に落ちるようになってる、そういう入れ物があって、いつもブロッコリーとかじゃがいもとかを茹でる時にレンジを使う場合使ってるそういう入れ物があるんですね。でそれにじゃがいもと人参を刻んだやつを入れてレンジで2分ぐらいチーンってして、でその後玉ねぎを刻んだやつを時間差でもう一回入れて1分ぐらいチンしたんですよ。なんとなくだけど、なんとなく玉ねぎはもうちょっと少なめでいいかなと思って、それで合計3分加熱したちょっと固めのまだ熱が通りきってないじゃがいもとかを今度はラーメンとか食べるうどんとか食べる丼に1食分をこう入れて、
でその上に冷凍してあったきのこを乗せて、しめじとかだったかな、しめじとえのきをミックスして冷凍してあるやつがあったんで、それを乗せて、でさらに鶏胸肉のひき肉を乗せて、でそれでラップをしてレンジで2分くらいしたかな。で1回かき混ぜて、あと1分か2分して、違うわ、ひき肉入れる時にね、カレールーも入れました。で私が使ってるのは固形のやつ、固形なんだけどフレーク状になってるやつですね。四角いブロックじゃなくて、こうちょっとフレーク状になってて溶けやすい、パラパラってかけられるやつなんで、それをこう適当にパラパラっと入れといて、でレンジでやって出来上がりっていう感じで食べてみた感想は、全然まずくないし、調理過程からしてまずくなる味付けの要素を入れてないんで、美味しいは美味しいんですけど、やっぱりお鍋で煮込んだ方が全然美味しいなって思いましたね。でも手軽に作るのにはいいかなと思いました。カレー鍋洗うのも嫌じゃないですかなので、そうそうだから多分ね、工夫の塩ではもうちょっと美味しく作れるだろうなって思ったんで、ちょっと考えてみようかなって思いました。ということで、電子レンジでカレーを作ってみたりとかしたけど、今日もね、夕ご飯作るのガス使うの嫌だななんて結構思ったりとかしてますね。だからね、私夏は食費がちょっと下がる傾向があるなって思ってるんですよ。多分ね、肉とか魚とかね、そういうのを調理するのが嫌なんでしょうね。魚だったらもう焼くだけ、グリルで焼くだけとかがいいんですけど、やっぱりお肉とか魚とかが高いじゃないですか。こう生鮮食品がなんだかんだで高いじゃないですか。だから食費もね、夏は下がりがちだと思うんですけどね。夏とかはね、ちゃんと食べた方がいい部分もあるので、そこはね、うまく工夫しながらやっていきたいななんて思ったりとかしてますね。どうしてもこう今日はダメだ、暑いし疲れたし料理する気ないっていう時はね、サバの缶詰とかね、イワシの缶詰とかね、缶詰に助けていただいておりますたまにね、そういう青魚とか買ってきて、自分で生姜とか醤油砂糖とかで普通に煮付けとかしたりするんですけども、なんかこう食べた後に、あれこれ缶詰で食べた方が良くないって思ったりとかしたことあったんで、なんか缶詰の方が手軽で美味しかった。いや、味はね、自分が作った方が美味しいとは言わないんですけど、自分好みの味付けで作ってるんで、ちょっと私あっさりめが好きなんで、砂糖とかみりんとかあんま入れないんですよ。だからその辺はちょっと自分好みにねできてるんで、それはいいかなと思ってるんですけど、あと生姜をスライスしたやつを入れるんですけど、それね、その生姜自体を食べるのが私結構好きなんですよ。魚の煮付けとかした時ね。だから自分で作ったら自分で作った美味しさがあるんで、それはいいんですけどね缶詰買ってもよくねって思ったことはあったっていうことはありますね。私はね、ガスコンロ、ガス使ってるんですけど、最近ではね IH を使うご家庭も増えてると思うし、あと賃貸のアパートとかマンションとかでもね IH 増えてきましたよね。でも新しい物件とかでもガスコンロのタイプのお家もやっぱあったりとかして、やっぱりね、私もね料理するんだったら IH よりガスがいいなっていう考えがあって、こう賃貸物件探すとき毎回ね、ガスのところがいいっていう、ガスっていう条件で結構探したりとかしてるんですよ。そうそう、やっぱりこう料理はガスの方がなんかいいなっていうのがあってね。でもね、最近ちょっとねその考えが少し変わってきて、料理自体はね火でこう熱を入れた方がいい感じに焼けるとかそういうのもあるかとは思うんですけども、この安全面っていう点と、あと意外とね言われてみればっていうかね、これちょっと気づかなかったわって思ったのが、ガスだと一酸化炭素
中毒、中毒とまではいかずとも一酸化炭素が出るからきちんと換気したりとか換気扇回したりとか、そういうのをちょっと気をつけなきゃいけないよなっていうポイントもあって、そういう意味でもしかしたら次回引っ越したりとかする場合は IH とかの方がいいかなっていうふうに最近ちょっとね考え方が変わってきました。でその一酸化炭素中毒っていうワードでちょっと思い出すのは、最近ネットをなんとなく見てて最近知ったんですけども、ちょっと前に EXILE の ＡＴＳＵＳHI さんが一酸化炭素中毒が原因でいろいろ体調を壊してちょっと長期休業してたっていうのを知って、そうだったんだと思って、でその記事をねさらっと見ると、なんかどっか行った時の打ち合わせの時にそこの部屋でガスがかかってて、でなんかオイルヒーターかなんかもかかってたのかな。とにかく換気がない状態でガスコンロのガスがなんかかかってる状態で打ち合わせを待ってるかなんかでその淳さんとマネージャーさんかな、ちょっとよく覚えてないんですけど、一緒に行ったもう一人の方も軽い一酸化炭素中毒になって、淳さんの方が症状が重かったらしいんですけれども、でその症状が原因でなのかな、誘発してみたいな感じでメニエール病になってしまって、そういういろいろ一酸化炭素中毒がきっかけでいろいろ体を壊して、結構長期1年くらいかな、ごめんなさいちょっとさらっと読んだんでよく覚えてないんですけど、長期っていうのかな、休業されていたっていうのを読んだんですよ。でそれを読んで、そっか確かにガスがかかってたら一酸化炭素っていうのをちゃんと意識しなきゃなっていうのをね改めて思ったんですよ。私冬のオイルストーブとかだったらね、ストーブとかファンヒーターとかね、石油使ってるやつね、そういうのとかだったら結構一酸化炭素を気にするんですよ。すごく換気したりとか、あれってもうなんて言うんだろう、匂いで結構わかるじゃないですか。石油の匂いなんですけど、でも匂いが結構するから、そうだ一酸化炭素中毒にもなるしっていうのをすごい感じて換気したりとか気をつけるんですけど、結構ねガスコンロはなんとなく知ってはいたけど体感的に特にすごく匂うとかそういうんでもないので、ちょっと意外と気づかないポイントだったなっていうのを思い当たったんですね。でちょっと前にちょっと貧血気味だったりとか体調が悪かったりとか、そういうのもしかしたら更年期の症状もちょっと出始めたのかなって思ったりとかしたこともあったんですけど、場合によっては不定収束的なよくわからない体のだるさとかなんかそういうのって、貧血とかもねもともとあるからそういうのもあるとは思うんですけども、その数パーセント軽い一酸化炭素中毒になってた可能性だってあるよねっていうふうに思ったんですよ。っていうのも私ガスで料理する時にちょっとねちょっとしたあれだったらね換気扇回さないことがあるんですよ。なんだろう、すごくちょっとやるくらいだったらいいかみたいな。っていうのも換気扇回すことによって炎が少し揺らぐんでちょっと弱火とかした時になんか嫌なんですよ。炎が揺れて少し消えかける感じになるのがめんどくさくてそのままやっちゃったりとかするんですよね。だからすごく水蒸気がたくさん出たりとか匂いがすごくするようなやつじゃない限りはちょっと換気扇いっかみたいな感じでやっちゃったりとかしてたことあるんだけど、よく考えたらね一酸化炭素を自分が吸っているっていう観点を第一に考えなきゃなんないから、換気扇もっとちゃんとしなきゃってすごい思いましたね。その淳さんのねやつを知ってね。だから最近はこのガスコンロに火をかけた後に換気扇回すんじゃなくて、換気扇のスイッチを押してからガスコンロの火をかけるっていう風にするようにしました。でその淳さんみたいにねすごい一酸化炭素中毒で分かりやすく体調を崩すほどのあれじゃなくても
なんか感覚的にはわからないけど、ほんのちょっとだけ一酸化炭素中毒とまではいかなくとも吸ったことによる弊害みたいのが出てる可能性があるので、なんか本当に気をつけようって思ったりとかしましたね。だってこの体調がすっごく悪くならないっていうあれだったとしても、それくらいのほんのちょっと吸っちゃったくらいであっても、体に取り込まれた一酸化炭素がね、あれだよね、血液のなんだっけ、ヘモグロビンとくっつくんでしたっけ。とにかく血液の運搬に乗るあれに血中にこう一酸化炭素の方がくっついちゃうから、酸素がくっつけなくなるっていうのはもう前から知ってたんですけど、だから酸欠になるってことじゃないですか。酸素がくっつくべきところを一酸化炭素がくっついちゃって、その分酸素がくっつけない、酸素が体中に供給される量が少し減っちゃうっていう風に考えたら、体調的にも脳みそ的にもパフォーマンスは絶対少し下がると思うので、そう考えたらちゃんとポチッとね、換気扇回すとかね、料理した後でも何でもちゃんと窓とか開けてちゃんと換気するとかね、そういうのは自分が心地よく生きて今日一日心地よく過ごすためにね、大事なことだなって思ったりとかしましたね。でさらになんですけども、最近なんか YouTube でなんとなくこうながら聞きしてた時にハッと聞いたんですけれども、ガスコンロとかってね、PM2.5 とかも含まれてるんですって。だから一酸化炭素中毒が有名ですけど PM2.5 とかも出てるので、そういう意味でも換気した方がいいっていうのをなんか言ってるの聞いたんですよ。と思って、知らんかったと思って。なんか PM2.5 って言ったらね、中国の方とかの大気温泉とかでやたらこう言われてるじゃないですか。でごめんなさい、どの YouTuber で誰が言ってたかすら覚えてないんですけど、もうなんかながら聞きしてたから、なんかその方が言うには外での大気汚染での PM2.5 の濃度がこれくらいで、なんかこう機器で測ったりとかするとこれで危険な数値ですとか、そういうのあるじゃないですか。でもとはいえ何せね、外なのでこう外気なので、それもこうたくさん散らばるから、言うても量的には、それずっと住んでるんだったら別ですけど、言うても量的にはやっぱりこう外気でたくさん広がってるから、そんなでもないっていうと語弊があるんですけども、いっぱい広がるから濃度的にはそこまですっごい高いわけではないんですよ。例えば数分そこに佇む分には問題ないとか、そういうレベルだと思うんですけれども、ただ意外と気づかれてないのは、お家の中での PM2.5 も発生しているってことなんですね。ガスコンロとかで。その人がこの測定機器で測ったところによると、自分家でのガスコンロを使った時の部屋の中のその濃度みたいのがこのいわゆるこう危険な数値のレベル思いっきり超超えてたらしいんですよ。だからこう外での外気でのPM2.5 がなんやかんやとかいうふうに、すごいそれはね危ない危険だっていうふうにすごいニュースとかでも騒がれますけれども、実は家の中での方が何せこの密閉した空間の中でのその小さい体積の中での濃度なんで、実はすぐにすごく上がってて、その濃い PM2.5 をちょっと吸ってるっていうこともあるので、実はそこを気をつけなきゃだよねっていうことを言ってて、それを聞いてめっちゃなるほどって思ったんですよね。だからガスコンロとか石油ストーブとか石油ファンヒーターとかね、そういうのをつけるときには一酸化炭素はもちろんだけど PM2.5 も結構高い濃度になってるんだなっていうのをね、ちょっと頭の片隅に入れとくのもいいかなっていうふうには思いましたね。だからちゃんと換気すればいいっていうことなんですけどもね。で余談なんですけれども、なんか
消臭剤とか整髪料とか、あと制汗剤かとかのいわゆるスプレー缶みたいなやつにもね PM2.5 って入ってるらしいです。ただねわかんないですけど、多分そういうスプレー缶とかって1分とかシューとかやり続けるわけじゃないじゃないですか。本当に 2,3 秒シューシューってやるくらいだと思うんで、多分ね吸い込んでもそんなすっごいあれではないかとは思うんですけれども、そういうのにも PM2.5 って入ってるんだなって思って、へーって思いましたね。もちろんご家庭で気をつけるのはずっと何分も使い続けるガスコンロとか石油ストーブやファンヒーターとかね、その辺が一番身近でたくさんよく使うものなんじゃないかなって思うので、ちょっとねそういうのを気をつけたいなっていうふうに思いましたね。とにかく換気ですよね。とにかくそれをだからといって、全然使ったら危ないからやめちゃうっていうのはまた違うと思うんで、ちゃんと換気すればいいし、あとは空気清浄機とかでもね PM2.5 とかも空気清浄機で除去できますとか、あとはエアコンの除去機能がついてるやつとかもあると思うんで、そういうのをねきちんと意識して使っておくっていうのも大事かなっていうふうに思ったりとかしましたね。一酸化炭素中毒とかもね重症とかにならなければ、普段日常的に当たり前に吸ってたりとかして、でちょっとだるいなとかちょっと頭痛いなとかいうのって、ちょっとしたあれだったら一酸化炭素中毒の軽いやつだとか絶対思わないじゃないですか。ちょっと風邪ひいたかなとか、最近疲れ溜まったかなとか、そんな感じじゃないですか。でちょっとした体のだるさとか体調の悪さって、私でもね例えばちょっと貧血持ちだったりとかするし、そういう要因もあるだろうし、あとは年齢的にちょっと更年期症状が出てもおかしくない年齢なんで、場合によっては少し更年期が少し始まったかもなという、そういう要因とかも考えられるじゃないですか。だから一概に体がだるい、頭が痛い、ちょっと息苦しいとかもね、全然貧血とか更年期とか疲れとかでの症状でも同じように出るやつなので、でも実はそれがちょっと一酸化炭素中毒を日常的に中毒ってなるほどじゃないけどちょっと吸ってて、それに気づかなくて、なんとなくな体調不良がなんとなくもやっとまとわりついているっていうのはね、それをなくしたら実は体もっとすっきりして毎日元気に少しなりましたって言ったらね、それはそれですごくいいじゃないですか。もったいないじゃないですか。そんなところで実はダメージの原因があったのかみたいなね。なので意外と普段気にしないけど意外とそういう原因もあるのかもなっていうのは思いましたね。そうそう PM2.5 ではね、なんだっけな、なんかアメリカのなんかの研究かなんかの結果で、小児喘息の10何パーセントって書いてあったっけな、12% くらいだったかな、小児喘息の原因になってるかもしれないのがガスコンロから出る PM2.5 がその要因に なってるかもしれない、原因の可能性があるよ、なんていうか相関性が絶対これですみたいなあれじゃないけど、その可能性はあるよみたいな、小児喘息の 12% ぐらいの可能性はガスコンロの PM2.5 かもしれないっていうようなねあれも出てるので、だからといってねガスコンロが原因だってわけじゃ全然ないと思うんですよ。ただね体に悪いこととかね、そういうのって日常の中でいろいろ要因ってあるじゃないですか。これかもっていう要因をねちょっとずつなんていうのかな、できる範囲でねやっつけておくというかね、気をつけておくとね、実はこれだけで私ちょっと快適になったわみたいなことってあるかもしれないなっていうふうにちょっと思ったっていうお話でございました。ということで、それではまた。